ちは、あわです。先日購入した加藤の ICE のスターターセット。増結セット A も追加購入して7両編成となりました。今回はこの ICE に室内灯を組み込んでいきたいと思います。独特な専用カプラー、専用プリズムの紹介とトミックスのポイントとの相性チェックもあるので、ぜひ最後までご視聴ください。では車両を見ていきましょう。まずは先頭の5812。全長29メートルにもなる2等車です。運転台は車体中央に位置します。運転台が中央にあることで左側通行、右側通行のどちらの路線にも対応しやすくなっています。帯の色は赤で統一されていましたが、2018年頃より一部をエコを示すグリーンに変更した編成が増備されています。次は増結セット A から2号車の2412、2等車となります。全車共通で妻面の貫通路にはカプラーを兼ねたホロが装着されています。カプラーを兼ねたホロは後ほど挙動を含めてご紹介します。窓周りに表記のある2は2等車を示しています。出入り口ドアは車端部両側に設置されています。続いて基本セットから5号車になる2412、2等車です。こちらは先ほどの2号車と同じ車両で動力車となります。3、4号車は増結セット B に含まれる車両となります。動力はフライホイール付きのユニットが採用されています。スロットレスモーターではありませんが、動力の安定感は期待できます。次は基本セットから9号車となる6412、2等車です。6、7号車は増結セット B に含まれます。8号車は欠番です。こちらはパンタグラフ搭載の車両となります。妻面側を上昇させます。増結セット B の4号車もパンタグラフ搭載の車両となります。パンタ搭載車が複数の場合でも1編成1機のみの上昇で運行します。次は増結セット A から10号車となる8812です。半室1等と半室ビストロからなる車両です。特徴的なのが乗客用の乗降扉がない点ですね。この車両のみ室内灯についての補足説明がありました。室内灯については後ほど組み込み作業の中で触れていきます。次は増結セット A から11号車の1412、1等車です。他の列車も同様なのですが、1等車も2等車も外見はあまり差がないのが欧州から受ける印象ですね。1等車は座席配置が1列プラス2列となります。増結セット B に含まれる12号車も同様の1等車となります。次は基本セットから14号車の0812、1等車です。こちらも最初の5812同様に帯色にグリーンが採用されています。ちなみに13号車は欠番となります。実車では7両編成もありますが、基本セットプラス増結セット A の7両では再現できない点が少し残念ですね。実車7両編成は2等5両に1等プラスビストロ1等による7両となります。では次はカプラーをチェックしていきましょう。真っ黒で少し分かりにくいですが、ホロとカプラーが一体となっています。
ホロの右半分側にカプラーの爪があり、交互に爪を合わせて連結します。少し連結しにくいですが、ホロ同士をつなぐ感覚で連結が可能です。外すときは片方の車両を縦方向へずらしてカプラーを開放します。外側の爪の外側に小さな爪があり、ホロの内側の爪と噛み合って連結できる仕組みです。連結時にホロもつながるので、一見リアルな表現にも感じますが、欠点もあります。カーブではカプラーと一体化しているために、ホロが車両中央から当然ついていきます。この点が残念ですね。では続いて室内灯を組み込んでいきます。純正品を導入します。欧州型の車両は独特な構造のものが多いため、説明書にも室内灯組み込みの手順が記載されています。まずは車両を分解します。車端部の裾をこじって少しずつボディを外していきます。ボディと床板に隙間が皆無とも言える構造で、ボディを外すのが結構大変ですね。ボディを外すと照明板となるプリズムが標準装着されていることが分かりました。これはありがたいです。車両全長が長いため、室内灯付属のプリズムでは長さが足りないんですよね。アムトラックのスーパーライナーも専用プリズム装着タイプにしてほしかったな。次に終電周の差し込みですが、車端部から少し内寄りで座席パーツの上から差し込みます。終電周は中間部分を下方向へ折り曲げて使用します。折り曲げた終電周を車両若干内寄り差し込むため、少し抵抗が強く差し込みにくいので破損に注意しましょう。終電周をセットしたら照明ユニットを組み込みます。この時点で一度点灯テストを行います。説明書にも記載がありますが、ボディを戻す前の確認と調整が推奨されています。終電周を折り曲げて使用する以上、どうしても曲げる角度などで通電不良が起きるので、確認と調整は大切ですね。点灯確認できたらボディを戻していきましょう。ボディを戻して念のため再度の点灯を確認しておきます。次は説明書に補足説明のあった1灯プラスビストロ車です。まずは車端部の裾からボディを外していきます。次に照明ユニットにカラーフィルターを取り付けます。照明ユニットの基板ホルダーの爪を外して分解します。この基板ホルダー側にカラーフィルターを取り付けていきます。カラーフィルター正面の突起を基板ホルダーのくぼみに合わせます。小さなパーツなので少し取り付けにくいですね。カラーフィルターは簡単に外れるので、すぐに照明ユニットを取り付けて固定してしまいましょう。カラーフィルターを使用すると、室内灯クリアの色合いと電球色の色合いの中間の色合いに変化します。この後の作業は先ほどと同じです。終電周を折り曲げて車両へ差し込み、照明ユニットを組み込んでいきます。では点灯テストを行いましょう。電球色ほどのオレンジ味はないものの、温かみのある色合いになりました。ボディを戻して室内灯の組み込み完了です。ではレイアウトで試運転を行いましょう。車両の長い ICE と短いタリスの差がすごいですね。
ICE7 両とタリス10両でほぼ同じ編成長のようですね。では知らせてみましょう。おっと、トミックスのカーブポイントで脱線。逆方向、分岐側からは問題なく走行しますね。もう一度分岐先から進入させてみたところ通過しました。トミックスのカーブポイントの相性に若干難ありですね。今回は可動性のドイツの高速特急列車 ICE4 のチェックと整備を行いました。海外の車両も魅力的でいいですよね。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。